皆さんこんにちは。ずんだもんなのだ。お手伝いのメタンです。今日は配信者の電卓アプリの消費税計算について説明するのだ。この動画では画面の順番で説明をしていきますね。チャプターが切ってあるので興味のあるところまで飛ばしていただければ幸いなのだ。行きましょう。まず消費税計算機能でのキー操作について説明するね。利用するキーは税込み、税抜き、キーになるのね。一般的な市販のビジネス電卓と一緒ね。そうだね。これらのキー操作について特別なことは何もないよ。とりあえず税率 10% が設定されているものとして税込みキーを例に説明をするね。元の金額を入力した状態で税込みキーを押すと税込み金額を計算するよ。普通ですわね。この状態で再度税込みキーを押すと税額だけを表示するね。これまた普通の市販電卓と一緒ね。小数点以下の波数が出た場合の扱いはラウンドセレクターの状態に従うよ。切り捨て、四捨五入、切り上げの内容に従うのね。続いて本アプリ特有の税集計操作を説明するよ。一般的な電卓にはない操作だけれど、それはどのようなものかしら。複数の税率が設定されている計算機セットにおいて税率ごとの集計表を計算する機能だね。利用するキーは税集計。出荷時の計算機セットでは軽減税率対応電卓、 GST 対応電卓が該当するよ。ここでは軽減税率対応電卓で説明していきましょう。この計算機セットでは初期状態では 10% と 8% の2つの税率が設定されているよ。税込み、税抜きのキーが2セット存在するので、キーには税率も表示されているわ。例えば日本において店頭で持ち帰り購入をする場合、文房具は 10%、 食品は 8% の消費税率になっているよね。150円の文房具を2つ、400円の食品を1つ買った場合の計算を例に挙げてみようか。税込みキーを使い分けて計算するので、合計はメモリ加算に送り込んでみるわね。結果は762円になったわ。ではここで税集計キーを押してみるよ。ダイアログボックスが表示されたわね。なるほど。税率ごとの税抜き金額、税額、税込み金額、それに全体の集計が計算されているわ。それぞれの項目や表全体をテキストとしてクリップボードに貼り付けることができるよ。この集計は AC 押した後に行った税計算の内容が集計されるよ。なので集計したい計算の前に AC を謳歌して内容をクリアしておくことが大事だね。このダイアログボックスのハテナボタンを押していただければ詳しい使い方が表示されるから、よかったらそちらも参照してくださいね。税関連の計算方法を先に説明してきたから順番の後先になっちゃったけれど、現在設定されている税率を確認する方法を説明するね。単純に税込みや税抜きのキーを長押しすると設定が開くよ。もしも税率をここで変更した場合、設定変更直後はボタンの税率表示は元のままだけれど何かキーを押すと更新されるよ。税率設定はそれぞれの計算機セットによって異なるのね。アプリに格納されている全ての計算機それぞれについて税率設定をしていくのは大変だわ。そのような場合には設定画面からより詳しく税率を設定していくことになるよ。設定画面では計算タブの税率の設定セクションから税率の設定を行うよ。税率の設定ボタンを押すと税率設定ダイアログボックスが開くのね。税率の設定枠は5つ存在するよ。これはインドなど多くの税率を持つ国に対応するためだね。それぞれの欄に手入力をしてもいいけれど、ここで選択ボタンを押すと税テンプレートとして国を選択する画面になるわね。この中から希望の国を選ぶと税率が自動的に入力されるのだ。この税テンプレートの内容はアプリの起動時に弊社のサーバに問い合わせをかけて最新状態を取得しているよ。この計算機セットに関する税率を入力し終わって、この税率設定内容をアプリに収録されている計算機セット全てに反映させたい場合は全てに適用ボタンを押すので、確認メッセージが表示されるのでその内容に従ってほしいのだ。アプリ起動時に
サーバに税テンプレートを確認しに行っているということだけど、万が一そこで税率が変更されていることが分かったらどうなるの？お使いの国においての税率が変更されていた場合、アプリの起動時に税率変更の内容とアプリ内の税率設定を変更してよいか確認メッセージが表示されるよ。なるほど。以上がこのアプリの税関連操作の内容なのだ。税込み税抜き計算に関しては普通の市販電卓と同じ操作だったわね。税集計機能が少し毛色が変わっているかしら。税率を5つまで設定できることと国ごとのテンプレートを使って比較的簡単に税率を設定できることが本アプリの特徴になるね。それではままたおたお会会いしましょいしましょう。う。